塩の具合もすごくいいです。サバサバ。日本の 95% の米農家さんが赤字なんですよ。日本の食材はうまいんだぞっていうのを伝えるための活動なので、世界向けにちょっとやっていけたら世の中変えていけるんじゃないかな。一旦そこのソファーを置いてます。はい、ありがとうございます。新しく届いた。はい。オッケー。じゃあこれを炊飯してもらって、もう一個の方も。シシャモもサバもやってるから、炙りと卵黄だけで。あと海苔。海苔。はい。入れてもらって、座ったじゃん。どんどん明太子を弾いてからキッチンの掃除からしっかりとしたらいい。しっかりと火通した方がいいですね、こっちは。軽くでいいですか。これでいいですはい、大丈夫です。はい、仕込みは今日おしまいです。あとはあれ。ああ、はい。太郎です。すみません。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。佐賀の人たちのお米を午後に分けといてって言ったやつ。あ、いつないと？使っていいんですか？うん、太郎ちゃんのも。いや、いろいろ勉強になると思います。どうサポートする聞いた方がいいですか？はい。じゃあ、塩分。もういいんですね。はい、違います。水は給水した後に測って入れるんで、まだ大丈夫です。はい。はい、なんか最初の水は僕はやっぱ浄水かミネラルウォーターかで洗うことが多いんですけど。飲食はトータルで18からなんで9年ぐらいですね。27なんで。あ、一緒の年です。あ、本当ですか。お寿司屋さんで最初3年間修行して、でそこから京都行って日本料理4年やって、でそこから1年間フランス料理の勉強をするために研修レストランに入らせてもらって1年間働いておにぎり始めた。おにぎり活動っていうかそれでやっぱりお米の価値をやっぱこうどんどん上げていくっていう、日本のブランドをどんどん上げていかないと、日本ってめちゃくちゃ米安いから、日本の 95% の米農家さんが赤字なんですよ。なんか僕自身もそういう問い合わせで結構今来てて、それを世界向けにちょっとやっていけたら世の中変えていけるんじゃないかな。でも知ってもらえたらね。そうです。認知度をやっぱつけていただいて、日本のお米は本当にうまいんだぞ、日本の食材はうまいんだぞっていうのを伝えるための活動なので。で、ちょっとだけ米入れてもいいですか。
結構土鍋って土なんで匂い吸っちゃうんですよ。鉄とかってそんなに匂い吸わないんですけど、どうしても持ち運ぶ時にタオルかましたりするじゃないですか、はいでタオルの香りとかが移るんですよね。それを一回米入れて炊いてあげたら匂いが取れるんで、まあ、自分はなんかこれをやるようにしてやっぱ美味しく炊けるから、これやった方が絶対に安心感があるんで、絶対やるようにしてます。儀式みたいな。儀式。本当に儀式。レイバーのサングラスの忘れ物あったんやけど。どこに？オリーブの。短いで多分これで来てんじゃないかな。タッパーあればいいな。さっきのみんなで取りましょう。これとタッパー。これ違います。あ、違います。でなんかこう一回溜まったらそのざるで水切ってお米を置くみたいなイメージで。あ、わかりました。はい。サバ2個お願いします。サバ、明太子、卵黄。サバ、明太。はい。あと50秒で。オッケーオッケー。バタバタ中。14時からですね。14時から、そう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 。サバ、炙り、卵黄。二択様6種類です。はい。ありがとうございます。はい、失礼します。食べる。気をつけな。はい、よろしく。やったことあるそれ。まだ焼けてないよ、これ。ラブって。ピーヤ。何でもいいですか？ちょっとおこげ作りたいんですよ。なので、多分8分ぐらい経った時に大体匂いで、あと強火でしようかなとか弱火でしようかなとかを考えます。でも12時オープンだったら11時に食べればよかった。10時に食べればよかったと思う。うちは。カピカピ。ちょっと緩いんで握りづらいと思うんですけど、取ります。はい、開けますね。
んですよね。ありがとうございます。塩の頃合いも塩梅もすごくいいです。美味しい。瓦型で。なんです。何個でも入りそうですよね。ありがとうございます。そう言ってもらえると嬉しいです。美味しいですね。そうですね、まだ不慣れな部分が畳だった営業になってしまったので、そこを改善していきたいと思います。意気込みはそうですね、来年がオクスポっていうのが佐賀県で開かれるので、そこでテイクアウトでおにぎりを1日1000個ぐらい握ってみようかなと思っています。この日本での今のこう感じでお仕事を受けてる仕事自体は9月まで一応終わりで、10月から最初とりあえず3ヶ月間ですね、ヨーロッパを回ってみようと思ってます。お米の魅力っていうのをやっぱりもっともっと世界に広めていきたいなっていう気持ちもありまして、本来は僕もともと料理人なので、料理の勉強っていうのを主軸に置いてヨーロッパの方に10月から行こうと思ってます。僕が今おにぎりを握らせていただいてすごく感じてることが一つあって、これ多分料理人をやってるだけじゃ気づかなかったことなんですけど、お米の生産者さんが、あまりにも儲かってないっていう、現実95% 赤字なんですよね、日本のお米農家さんって。それが僕としては一番心が痛い。日本の主食を作ってくれてる方たちが儲かってないっていうわけのわかんないサイクルができてて、それをちょっとでも自分の力で払拭できるように、生産者さんに寄り添った料理人になりたい、生産者さんにいっぱいお金を還元できるようなお米を作りたいとか、やっぱ野菜を作りたいとか、魚を取ってきたいとか、そういう風にしないといけないのは料理人だなと思ってて、生産者さんにもっともっとやっぱ還元していって、喜んでもらう、喜んで美味しいものを作ってくれるっていうような社会をちょっと作っていけたらいいなと。日本に帰ってきて自分が将来的に一番やりたい居酒屋っていう、福岡で居酒屋をするっていう夢があるので、それをちょっと実現のためにヨーロッパに行っていろいろ勉強してこようっていうことで10月から行ってきます。